今回はですね、僕今みんなのことがわからないけど、例えば僕美容師なんですけどね、美容師で修行してる時きついんですよね。一人前になるまで何年もかかる。これは多分パン屋さんにしても飲食店の方にしても、どんなお仕事をしてても辛い時期っていうか厳しい時期ってありますよね。その時にちょっとそれがなんか自分のためになるんだよみたいな話をしたいと思います。僕は15で美容師になって23歳の時に渡米して向こう側で何年か頑張ったんですね。その時にですね、僕の先生という人が厳しい人だったんですよ。見習いの時も厳しい時代がありましたし、もう何度も辞めようと思ったりしたこともあるんですよね。怒りに変わってしまってとか、ありました。例えばですね、僕美容師のカットの勉強をするんですけども、僕の先生っていうのはめちゃくちゃ怖い人で、もうカットして見せたらもう髪の毛切るの早いと、髪切らなくていいからって言って、その髪を切るための人形を全部坊主にさせられて、でそれを粘土で作れって言うんですよね、その髪を。でその粘土で固めて作ったら一本一本髪の動きが見えてないって言われて、もう5時間もかけて油粘土を細くして髪の毛みたいにこうつないでいって作ったりとかですね、こんなこと必要なんだろうかって思うことがあったりしたんですね。それとか髪の毛を染める時の色なんかも、やっぱりその人の髪が茶色だと同じ色でもある色になって、黒いと違う色になったり、前入れてた髪の色がってなるとですね、何百っていう紙に色を調合して染めたりしないといけないんですね。それを作らないといけないんですよ。本当にね、気が遠くなるようなきつさっていうかね、辛さっていうか、もう夜中までやってたんですよね。でも今考えてみるとね、その厳しさとか辛さがあったからね、今の自分があるんじゃないかと思うんですよ。やっぱり何かした時に自信を失いそうになった時、やっぱりね、その時思い出すんですよ。なんかあの時って相当きつかったけど、あれほどやった美容師はいないんじゃないかとか、あの頃もう夜眠たいのに一生懸命こう髪の毛を染める毛束を作ったりした時に、こんな無駄な時間なんじゃないかとかむちゃくちゃしたりしたことあるんですよね。でも今考えたらね、少々のことでもそれを楽しみに変えれる自分になってるのは、やっぱり厳しさとか辛さとかさ、そういう時間ってね、無駄じゃないんですよ。自分のためになってるんですよ。やっぱり一流になってる人の方の言葉を聞いたりすると、それがにじみ出てきますよね。だからぜひ厳しさとか辛いなとか嫌だなとか思っても、それは無駄なことではないので、皆さんの人生に絶対ためになることがあるんですよ。だから今辛いなと思ったら、ちょっと言い方は変ですけども、人間ってバネみたいなとこがあって、押さえつけられたらつけられた分だけが飛躍するっていうかね、やっぱりさっさっさっと階段を2段跳びで上がった人は一歩一歩の噛みしめがないから味がないのと一緒でですね、なんかやっぱり僕皆さんが今きつい思いをしてるんだったら、思うようにならないことがあるんだったら、ちょっと思い出してもらって、その苦しみとか悲しみは OK の OK の後にいいリターンとして帰ってくるんですよ、人生に。でね、僕も最後もですね、アメリカでね1年以上いて、また辛いんですよ。なぜかというとアメリカですから、もう周り外人ばかりで日本語喋れないから、僕喋ることもできないし、テレビつけても英語だし、外人だからもう何にも会話できないし、なんかもう孤独とその練習の辛さにね、もうギブアップしてになったんですよ。その時にね、僕のその先生、尊敬する人がね、ある時ビバリーヒルズのロデオドライブっていうところに連れて行ってくれて、ショッピングに付き合わされたんですね。その時に時計屋さんに行って、先生が僕もこの女性用の時計とこの時計とこの時計とどれが好きって言うから、いやみんなどれもいいですねって言って、いやどれか選ぶとしたらどれって言われて、いやいや例えばあなたが自分の日本で待ってる奥さんにね買ってあげるんやったらどれって言うから、C と言ったらこれですかねって選んだんですよ。それを買われて、プレゼント用にディスプレイしてくれて、で僕にくれたんですよ。それは長い間何でも頑張ったから、プレゼントにね、奥さんが一番辛い思いしただろうから、その先生が時計をくれたんですよ、ラッピングして。で僕にくれてこう言ったんですよ。久保君何年も頑張ってね、あんた辛かったやろと。だけどあんたの奥さんも子供さんも絶対寂しい思いしたと思うと。それはもう僕も悪いなと思ってるんで、帰ったら奥さんにこれプレゼントしてってもらったんですよ。そしたらね、1年間長く感じました、その辛さが。人と喋れないのと、ホームシックっていうかな、その何とも言えないです。精神が病んでるような時、もうその一つのその先生の優しさでね、吹っ切れましたね。僕今でも忘れませんね、そのことね。やっぱり指導する人も厳しいではなくて、その間でそういう少し優しさをマリアージュしてあげて指導していくと、もっと良くなるかもわからないし、みんなもそういう優しくしてあげれる人にならないといけないなとつくづく思いました。今回皆さんにお伝えしたかったのは、今いくらきつくても困難があっても辛くても嫌なことがあっても、それは絶対みんなのためになるんで、ぜひ諦めないで
明けない夜はないって言うでしょ。必ずみんなのためになってるんですよ。必ずみんなのためになって幸せになって帰ってくるんで頑張ってくださいね。じゃあまたお会いしましょう。